細胞のレベルも浄化され、本当の自分が目覚めてね、全部根底から変容していくっていうことなんですね。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は寿命についてのお話をさせていただきます。人の命には限りがあると思うんですが、瞑想することで寿命が伸びたりするものなんでしょうか？健康でね、長生きをしたいっていうのが皆さんの願いだと思うんですね。やっぱりストレスがねたくさんあるとね、やはりすごく気を病んだりしてね、で心臓に負担になったりね、あるいは食べ過ぎてね、内臓がねこうすごく疲労困憊して、がんになったりとか、いろいろね途中でこうどっかの臓器が弱くなって亡くなられる方もいるんですけれども、健康になるためにね、やはり例えば体を動かすとかね、でも続けるっていうのがね、なかなかこう怠け者であるとね、三日坊主になってしまったりね、運動を続けるとかね、ジョギングをするとか、意志の力っていうのが必要だと思うんですね。やはり自分のこう欲望に翻弄されてしまいますとね、そういう正しい生き方っていうのをねこうするのにこう大変になってしまったり、瞑想をすることでね、自己コントロール力っていうのがね身につくと思うんですね。瞑想っていうのがね、この内側を整えるということなんですけれども、その内側のこういろいろなねこう潜在意識っていうね、私たち行動をしたことは全部こう潜在意識にこう記憶されているんですね。だからあそこ行きたいとか、これを見たいとかね、これが欲しいとか、そういう欲望もね全部潜在意識に刻まれていて、そういう何か刺激を受けるとそういう行動に出るわけですね。それがもしたら不健康のことかもしれない。だからそういう欲望に翻弄されてね、健康を害してしまうかもしれない。執着ね、かえってそれですごく体がねストレスをまた感じて疲れてしまうっていうこともあるんですね。だから自分で自分をコントロールする力っていうの、その瞑想を進めていて、そういういろいろ欲望がねこう取れて執着を手放していくとね、平和な生き方ができるわけですね。平和すぎてもね、平和ボケとか、ある程度のこうね良い刺激、クリエイティブな生き方をしていくとかいうこともね、健康にとっては必要だと思うんです。でその瞑想ができるようになるためにね、日常生活においてもねこう清潔にするとか、こう体と心の使い方っていうのをね、その欲望のままに生きるんじゃなくてね、やっぱしこうすごくね調和が取れるような生き方、調和の取れる心の使い方、調和の取れる体の使い方だから、その例えば言葉で暴力を振るうとかね、いつも悪口を言っているとか愚痴を言ってるとかじゃなくてね、やはりこう愛ある言葉を吐くとかね、そういうことでも全部ホルモンの働きとか生理的にね自分の体の働きも変わってきますからね。だから感謝の言葉を述べるとか、生命力がね、命の働きが高まるようなそういう言葉をね使った方がいいし、そういう思いを持った方がいいと思うんですね。だからこう暴力的なねこう人を傷つけたりね、人の命に尊敬がないね、やがてその人の命がね蝕まれるような言動であったり行為であったり、そういうものじゃなくて愛ある行為をしていく、誠実であるとかね、嘘をつかないとか、ね、それ正直であるとかね、
そういうふうにこう体と心の使い方っていうものをね戒めていかないとならないわけです。やたら寝てばっかりいるとね、むさぼり寝てるとやっぱ体もなまっちゃいますからね。やっぱ体温が上がったらこう活動してね、また体温が沈んだらまたこう静かにねこう休めていくっていうことがね、あまりにも昼と夜が逆転したりとかね、欲望のまま動いてて長い間にこう響いてくると思うんですね。だから性的なものもね、快楽的なエネルギーの使い方をしてるとこう消耗して人を傷つけたりすることにもなると思うので、やはり自制していかなくてはならないっていうね。だからそれをこう無理にこういい人になろうっていうのも疲れるでしょうし、その意識を進化させていく、覚醒していくっていうね、そういう生き方を練習していただけたらなって。みんな心を使うとね、そのストレスがあってね、エネルギーをものすごい消耗してるんですよね。だから頑張って生きるっていうのもエネルギーを消耗してるんですね。でも休みすぎてもね、でさっき言ったように怠け者になっちゃうかもしれない。適度に運動っていうのも必要ですしね、どうやったらいい人生が送れるかっていうね、そのためにヒマラヤ秘境では本当の自分に出会うっていうね、源の存在、その命の働きがね輝くようにそこにつながっていくっていうね、みんなその神秘の力、命の働きが自分の中にあるっていうのを忘れてしまってね、心もやたら使いすぎたりね、体もやたら使いすぎたり、あるいは使わなかったり、欲望のままであったり、あまりこうね自分を整えるってことは考えていないと思うんですよ。もちろん生きるためにね、衣食住を充実させると快適な生活ができて長生きができるのかな。いいお家とかいい素材の洋服とかね、いい仕事とか、外側のことでこう目いっぱいになってしまうっていうかね。例えばなんか体が病んでね、でも病院に入院しなくちゃならないって、立派な家を作ったり立派な仕事をしたりね、立派な家族いたりって、もう自分が病院の生活しなくちゃならないって、誰にも会うことができないとかね。でそこで何ができるかで、こう自分の体と心に対峙しなくちゃならない。でその心がね、もう過去のことを悔やんだりね、先のことを心配したりね、病気を心配したりね、だから地獄になってしまいますよね。自分のもうこの体も快適に動かないとかね、心も快適な心を持っていられないとして、それといつも進むわけじゃない。今までその快適なお家に住んでたとか、快適な友達がいたとか、快適な仕事があったとかね、それも全部なくなってこう自分と対峙した時に自分の中がごちゃごちゃだったらどうやってその長生きするね。だからヒマラヤの聖者はその自分の体と心に対峙したわけです。全部捨ててって何が残るかってね。で自分の体と心をね、これ最後死ぬまでこれ付き合っていかなくちゃならない。例えば引っ越したらね、お家も変えるとかね、で子供を育てて子供も年になったらどっか旅立っていくでしょ。家族も別れるってこともあるね。だからこの体が別れる時は死ぬ時なんですけれども、だから死ぬ時までこうずっと付き合っていかない。人間はね、心をいただいて知恵をいただいてね、知識をいただいて便利なものを作ってね、弱い分をねいろいろ保護して生きてきたわけですけれども、最後ね、もうそういうものもなくなった時に何が強く、意識を進化させるっていうことなんですよね。神の意識になるっていう、神のようになるとね、長く生きられるみたいなね。だから体を平和にする、そして愛っていうのがね長生きするのかなって、感謝っていうのも長生きするのかなってね、とこうすごくブロックが外れてね、でこうするとこうエネルギーがバーって回ってね、で全部にプラーナが回って生命エネルギーが強くなってね、
何もしなくても心配してたら消耗するわけです。でヒマラヤの秘境っていうのは思考をストップさせるっていうね、思考をストップして今にいるっていうことなんですよ。だからストップってね、心が働かない、心が先の心配もしないし過去の心配もしない。で考える時スイッチをオンにして、で考えないとスイッチをオフにする。だからもういつも回りっぱなしで自動的に回ってるからね。だからそれを意識を進化させてストップで入れるっていうね、まあそんな風にこう人間がねこう進化できる、意識を進化させて暗いことだけ考えているとこからね、明るいことを考える。自分はダメだとか、これは否定的なことばっかし考えてない、感謝で考えるとかね、まあそうやってこう意識を進化させて、そうやってこう愛の人になっていくっていう修行をしていくと長生きしていくのかなってね。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。イモータルになるっていうんですね。不死になる、死から不死に導きたまえって。だからこう体もある程度こうね細胞が分裂して全然病まない人もね、ある程度そしたらこう何回分裂したらもう寿命ですよっていうのはあるわけで、自分が心だと思っている、自分が体だと思っているのが一番苦しいわけなんですよ。死ぬに死ねないとかね。で自分が体だと思って死ぬと体の世界に行っちゃうっていうか、心の世界に行ってしまう。だからそれをレベルアップして自分が悟っていくっていうことで、自分は一体誰であるのか、自分は本当の自分なんだ、魂を悟っていくっていうことで、そことを切り離して、そうするとそのクオリティの世界に行くっていう、それを悟りっていうんですけども、それを本当に完結したらもう輪廻転生を繰り返さないんですけど、また生まれて体をいただいてまた生まれてくるっていう、その時にやっぱりいい世界に生まれてくるためにね、できるだけ生きてる間にこう命が輝く生き方をしていくっていう、それが本当の生き方っていうかね。で、それによって寿命も長くなるでしょうし、あるいはその自分の中でも全部決められてる、変えられない運命っていうのもありますね。これいついつ死ぬとかね、そういう設計図があって、そういうふうに導かれて、そういうものもね覆していくのに、本当の自分のエネルギーをいただきながら清めながら生きていく、それができるのがヒマラヤ秘境のね、そういう力者をいただいて、聖なる波動をいただいて、そういう波動によっていいエネルギーを育んでいくと、命の働きがもっともっと活性化してね、純粋意識になっていく。でその意識が覚醒して生きていくとね、自分の心の欲望に翻弄されない。でみんな翻弄されているんです。その生き方を無知って言うんですけれども、本当に自分は一体誰であるのかっていうのをね、覚醒して、そして悟りへの道を歩んでいくってね、それはこうイモータル、永遠に生き続ける存在なんですね。魂、自分は魂である。でそれを悟っていくっていう、それが私たちが生きてきている目的なんですね。ですからそこに到達していくためにね、いろいろなしがらみを浄化して捨ててね、で本当の自分になっていくっていうね。そうするとまたそのプロセスで寿命も長くなりますし、健康になっていく。そして悔いなくね、そして、死ぬ時本当の自分につながっているのでね、さらにそれと一体になっていくって、サマディに入っていくって、そういう生き方をぜひしていただきたいと思います。昨今健康寿命という言葉をよく耳にするんですが、この健康寿命についてヨグマタジはどのようにお考えでしょうか。人の助けを、いただかないで
自分でねしっかり食べられたりね、トイレ行かれたりね、しっかりボケないで話ができたりね、そういうことが重要だと思いますので、やはりいろいろストレス抱えてるとね、非常に神経も摩耗してね、あるいは肉体もねいろいろ老廃物が溜まってね、だからもっともっと浄化を積極的に浄化をしていくっていうのがね、ヒマラヤ秘境の修行であってね、皆さんの肉体のレベル、そういう生理的にも浄化しね、心理的にも浄化する。だから瞑想は心理的に浄化してね、そしてまた肉体的にもね、いろいろな動作によっていいエネルギーを循環させて浄化していくっていうね、そういう動きがあるわけですね。そうやってまた意識を覚醒させてね、そういう気づきを持って自分で自分をコントロールして生きていくことができるので、どういう心を使ったらいいのかね、またもっといいホルモンを出したりね、いい心を使ったり、ヒマラヤの聖者の波動を祝福でいただくとね、そうするとものすごい全体から浄化され、神経も浄化されね、細胞のレベルも浄化され、そして本当の自分が目覚めてね、そうやって全部根底から変容していくっていうことなんですね。そうするとこの健康寿命っていうのも長くなってね、そしてボケないでね、しっかりと生きていくことができる。私が言う寿命っていうのはね、本当にピンピンコロリじゃないけれどね、全部覚醒してね、で元気っていう意味で言ってんですね。だから修行していったらまたそういうふうになるし、たとえ何かが失われたとしてもね、やっぱりそれを受け入れて、あるがままを受け入れてね、他の部分をそれを補うくらいね、しっかりとまたリハビリをしたりしてね、またみんなが助け合う世の中でね、愛の世の中で励まし合っていくっていうことも必要ですし、その信仰を持って、信じてその源の存在につながってね、そうやって素晴らしい悟りのマスターの橋をいただいていくと、そういう祝福によって24時間の祝福によってね、何かおいしいものだけ食べた時に元気っつうんじゃなくてね、24時間いいエネルギーのブレッシングをいただきながら生きていく新しい生き方っていうのをぜひやっていただきたいと。私たちはね、いつかは死を迎えるんですけれども、ちょっと気づいた時に苦しい時の神頼みだけじゃなくて、ずっとね楽しみながら人生をねどんどん進化させて、清めて健康寿命も長くなってね、そしてあなたが生きていることがみんなの励みになりね、みんなに愛を伝えることが皆さんの励みになりね、あなたを見ることで勇気をいただいたり、そういう存在になることができるのでね、自分を尊敬してね、そして真理に出会っていくっていうことをプラスしてね、そして有意義な人生を送っていただきたいと思います。ヨグマたちの若さの秘訣はやはり瞑想をしていることなんでしょうか。80になるんですけども、やはり究極のサマディの修行をしね、みんなを助けてね、そしてやっぱり自分の存在がまだ必要であるということで、そういう生きがいもいただいて、世の中みんなが幸せになってくださればいいなっていうことで、こういうお話もさせていただいたりね、瞑想を続けて継続してやっていくっていうことがね、そういう証明に、続けられていく、そうやって皆さんにねお伝えして、何か皆さんの刺激になっていただけたらなって。ともかくヒマラヤ秘境のシッダ瞑想ね、もう私は苦労しましたけれども、皆さんは私につながることでもうダイレクトにねすごいね最速でどんどんね恩恵をいただいて進化できますのでね、この道縁がありましたらやっていただきたいと思います。